皆様、いかがお過ごしでしょうか。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。あまりにも物が多くて家が片付いていないと、捨て活したり片付けるのが面倒くさいってつい思っちゃいますよね。毎日忙しくて時間もないし、散らかっているのは仕方ないとつい思ってしまいますが、でもここで考えてみましょう。家は帰る場所であってリラックスしたり休む空間ですよね。片付いた家でゆっくり過ごしたり家を楽しみたいですよね。自分が快適に過ごせるスペースを広げる。それが捨て活をする上での大切な目的だと思っています。そのためには不要なものは手放す。とってもシンプルなことだと思います。でも家の中をすっきりきれいにしたいけど何から始めていいかわからない。散らかりを目の前にしても捨ててもいいのかどうかわからないという方が多いのではないでしょうか。この動画を見ればそれを瞬時に判断できるようになりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。捨て活を始める前には、まず理想を描くのが大切です。例えば、朝起きて片付いたキッチンでゆっくりコーヒーを入れて飲みたいとか、棚の上をすっきり片付けて自分の趣味のものをきれいに飾りたいとか、不要なものが置いていないリビングでのんびりと映画を見たいとか、そんな理想を思い描いてイメージすることが結構重要です。そしてそうなるためには何をしたらいいか、どこから捨て活を始めたらいいか、まず考えましょう。家全体を一気に捨て活しようと思うとくじけてしまうので、ベイビーステップでまず一箇所に集中しましょう。自分の理想があったりとか、自分がこうしたい、こうあってほしいということがはっきりしている空間から始めましょう。気をつけないといけないのが、捨て活をしようとするときにやってしまいがちなのが、詰め直すだけ、物を移動させただけという間違いを犯しがちです。これだとまたすぐに散らかります。大事なのは手放すことです。捨てることです。家の外に出すことです。なので、まずはゴミ袋を手に持って開始しましょう。不要品を見つけたら、その場ですぐにゴミ袋へが鉄則です。なお、動画内では分かりやすくするために、捨てるとか処分するという言葉を使っていますが、これは単にゴミ箱に捨てるだけではなくて、リサイクルショップに売ったり、寄付したり、譲ったり、衣類回収ボックスに入れたり、布類なら再利用したりなどいろんな方法があります。それらの詳しい方法については別動画を用意しているので、ぜひそちらも合わせて見てみてくださいね。では早速始めましょう。ちょい置きのチェック。ではまずはちょい置きしてあるものをチェックしましょう。時間がなかったり収納場所がなくてつい今だけとちょい置きしてしまって、そのままずっとそこが住所になっているものってありますよね。ちょい置きがずっと置きになってしまっているパターンです。家の散らかりのほとんどの原因はこれです。逆にそれがなくなると劇的に綺麗になった気がするし、表面的な捨て活はこれさえ制覇すればほぼ完了すると言っても過言ではありません。ちょっと頑張ってみましょう。テーブルや机、カウンター、床といった平面にはどうしてもちょい置きが発生してしまいます。平面上のちょい置きをチェックして、いつも使っているものは決まった置き場所に戻して、不要なものはすぐにゴミ袋に入れることが重要です。後で捨てようと思うだけではダメです。また、床に置き直したり、とりあえず
ゴミ箱の近くに投げておいたりしてはいけません。そうすると、後でまたそのゴミを見て、いるかいらないか、また悩まなければなりません。不要品はゴミ袋に直行です。ちょい置きの代表としては、脱いだ服、靴下、カバン、クリップ、ハサミ、ペンといった文具、急須、湯飲み、コップ、マニキュア、リップ、ハンドクリーム、充電器、充電ケーブル、キーホルダー、ティッシュ、鏡、血圧計、ポケットティッシュ、紙ゴム、卓上カレンダーなんかがあると思いますが、こういったものは決まった場所に戻しましょう。適当に端に寄せるだけじゃダメです。物の住所を決める方法については別動画で説明しているので参考にしてくださいね。物を決まった場所に戻した後はゴミが残ります。ちょい置きの中でも明らかなゴミであるダイレクトメール、チラシ、お菓子の空き袋、飲みかけ、飲み終わったペットボトル、食べ終わったお弁当の容器、空のレジ袋、レシート、コンビニでもらったストローやスプーン、フォーク、買ったものの空き箱、空きパッケージ、後で捨てようと思ってレジ袋に入れておいたゴミ、紙くず、割引券、クーポン、メモ書き、おまけでもらった何か、試供品、用途のわからないネジ、残り少ない電池、輪ゴム、短くなった鉛筆、インクが切れたボールペン。これ全部明らかなゴミです。ゴミ袋に即捨てましょう。中身を見ないと判断できないもの。例えば、光熱費の明細書、学校や地域のプリント、手紙、書類、雑誌、新聞。こういった紙類は内容を見て判断して、必要なものは今すぐファイリングして、不要なものはここで即ゴミ袋に入れましょう。そして今後ちょい置きはしないようにするには、床、テーブル、机、カウンターといった平面には絶対何も置かないぞという決心をすることです。椅子やソファーの上も要注意ポイントです。服が積み上がる危険エリアです。平面に物を置かない状態になれるまでは、観葉植物でさえも置かないでください。何も置かないゼロの状態にしてください。全く何も置いていない状態だと、そこに1個だけちょい置きするとすごく目立つし、散らかっているっていう感じがして簡単に片付けられます。でも2個3個と増えていくと、そこがまるで置き場所のようになってしまうからです。鍵とか携帯とか必要があってどうしても置きたい場合はトレイを使いましょう。トレイの上にだけ置くようにして、平面に直置きは絶対にしないという決心が重要です。ちょい置きエリアをまず解決すると、表面的にはすっきり片付いたように見えます。では次に、収納されてしまっているものを深掘りしていきましょう。収まりよく収納されているものは、一見捨てる必要がないような気がしてしまいますが、実は不要なものってたくさんあります。収納されている不要品を手放すことで、真のスッキリ空間を手に入れることができます。何を手放せばいいかは、次のシンプルな5つの判断基準を使えば、捨てるかどうかを簡単に判断できます。どんなカテゴリーのものでも、この目安を使えば迷わず捨てることができます。1、持っていたことさえ忘れていたもの。例えば、引っ越ししてから何年もそのままの段ボールとか、開かずの箱はもうそのまま捨ててもいいぐらいです。今までそれを開けないで生活できていたということは不要なものなんです。また、使っていないものが天袋の奥や高いところにしまってありませんか？こんなもの持ってたんだ、久しぶりに見るなと思うなら捨てましょう。
2、使っていないもの。便利そうだと思って買ったけど使っていないもの。流行りに乗って買ったけどやっぱりあまり好きになれないもの。いただき物だけど趣味に合わなくて使っていないもの。使っていないものは置いておくスペースの無駄です。手放しましょう。いつかどこかに寄付するからと元の場所に戻すのはやめましょう。寄付するなら今日する。今日しないのなら捨てましょう。3、壊れているもの。昔の携帯とか電源を入れても動かない家電は手放しましょう。ガラスでもプラスチックでも割れているもの、欠けているもの、変形してしまっているもの、そのまま使っても気分的に良くないし、運気も下がりそうです。4、用途がよくわからないもの。何かのパーツなんだけど、何のパーツかわからないもの。何のコードなのかわからないケーブル類。何の充電器かわからない充電器。こういったものはすべて不要品です。手放しましょう。5、汚れたもの、臭いもの。劣化して変色してベタベタになっているものは手放しましょう。洗っても匂いが取れないもの、汚れが取れないものも手放しましょう。こういったものを使い続けるのはストレスの元です。この5つの基準を使えば家のどのエリアにも応用できます。では場所別に見ていきましょう。クローゼット。クローゼットの捨て活をしたい方、服ってかなり容量があります。クローゼットにしまってあると大した数はないように思えても、いざクローゼットの外に全部出してみるとあまりの数の多さに圧倒されます。クローゼットの服をすべて出してから捨て活することを推奨している方もいらっしゃいますが、私はベイビーステップで少しずつやっていくことをお勧めしています。忙しくて未だに夏服がクローゼットにかかっている方もいらっしゃるかもしれません。でも夏服をしまいながらでもいいですし、日常的に使っている服の一角から取り掛かってもいいと思います。まずサイズが合わない服は手放しましょう。痩せたら着よう、太ったら着ようと取っておくことはしないようにしましょう。今は着ていないけど高かった服というのは捨てがたいものですが、でも今は着ていないなら手放しましょう。ボタンが取れた服、穴が開いた服も直して着ることはなさそうです。1、2年着ていない服はこれからもきっと着ません。あとはシミがついたりして汚れている服、洗ったら縮んでしまった服、毛玉だらけのニット、流行遅れの服、好みじゃない服、カビや防虫剤の匂いが取れないコートやスーツ、チクチクする不快な服、ゆるすぎるとかタイトすぎる着心地の悪い服、袖が長すぎる服、短すぎる服、伸縮性がなくて動きづらい服、こういった服は捨て活対象です。下着も同様です。穴が開いた靴下や下着、連線したタイツ、片方しかない靴下、ゴムが伸びて緩い下着、これらはすべて捨て活対象です。服以外でも捨てるべきものはあります。例えば、ブランド物の紙袋、クリーニング屋さんのビニールカバーやハンガー、水が満タンになった湿気取り、中身がなくなってしまった防虫剤、こういったものは即捨てましょう。また、多すぎるバッグは捨てましょう。特にバックインバッグで入れ子状態に収納していくつも持っている方は、おそらく持っているバッグの数や種類を把握されていないかと思います。少数精鋭で気に入ったものだけを持つようにしましょう。また、型崩れしたバッグ、カビ臭いバッグ、汚れていたり皮が変質しているバッグ、こういった使っていないバッグ、持っていて気分が上がらないバッグは捨て活対象です。アクセサリーも本当に使っているもの、本当に気に入っているものだけを残して、使っていないものを持っていたことさえ
忘れていたものは手放しましょう。片方をなくしたピアス、石が一部取れてしまったアクセサリー、錆びたまま放置しているアクセサリーは手放しましょう。次は洗面所、浴室に行ってみましょう。洗面所や浴室は捨て活対象アイテムの宝庫です。掃除がしにくいので、水回りに細々としたものを置くということ自体避けた方がいいので、該当するものがあったら潔く手放しましょう。例えば、中身がほとんど入っていないのに放置されているシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ハンドソープ。空っぽで明らかなゴミなのに捨てていない空ボトル。中身がほとんど入っていないボディケア用品、ヘアケア用品、香水、基礎化粧品。すべてなくならないうちに新しいものを使い始めてしまって、古いものが放置されているなら手放しましょう。使っていないコスメや使用期限が切れたコスメも手放しましょう。菌が繁殖していたり酸化しています。また、洗面所や浴室で即捨てたいアイテムとしては、ほとんど入っていない歯磨き粉、古い歯ブラシ、何かに使うかもしれないから洗って取ってある空きボトルや空き容器、歯が折れてしまった櫛、大量のヘアブラシ、大量の紙ゴム、錆びているヘアピン、古いバスマット、大量のタオル、錆びたカミソリ、サンプル品や試供品、こういうものがあります。これらがあったら即捨てましょう。次にキッチンに行ってみましょう。キッチンはアイテム数も多くて、捨て活を始めると時間がかかりそうですよね。悩ましいものも多そうで腰が重くなってしまいますが、実はキッチンアイテムが一番捨てやすいエリアなんです。思い入れが少ないアイテムが多くてサクサク捨てられるし、捨て活の効果を一番実感できる場所でもあります。まずは冷蔵庫の中を見てみましょう。明らかに腐っているもの、ずっと冷蔵庫の中にあるけど使っていない食材や調味料、賞味期限をチェックして過ぎていたら捨てましょう。フリーザーでずっと前から凍っている謎の食材やおかず、これも捨てましょう。そして賞味期限の切れたすべての食品や調味料、カビているもの、買ったけど一度も使っていない食材や調味料、これも捨て活対象です。そして明らかなゴミである空き瓶、空き缶、ペットボトル、お店でもらった紙袋、包装紙、大量のレジ袋といった明らかな不要品も即刻家の外に出しましょう。壊れているものや汚れたものも捨て活対象です。ひび割れたり欠けている食器、焦げたり変形している調理器具、壊れた鍋やフライパン、切れない包丁、臭い雑巾や布巾、汚れたキッチンマット、蓋や本体が行方不明のタッパー、使い古したスポンジ、切れ味の悪い包丁、こういったものは手放しましょう。大量にありすぎるものも捨て活対象です。大量の輪ゴム、多すぎる割り箸やストロー、大量の菜箸、人数分以上の食器、多すぎるカトラリー、必要以上のマグカップやコップ、複数ある缶切り、栓抜き、多すぎるザルやボウル、何個もあるエコバッグ、多すぎる保冷剤、大量のコンビニでもらってきたスプーン、大量の冷蔵庫のマグネット、たくさんあるけど見ていない料理本、印刷した大量のレシピ、こういったものは手放しましょう。また、使っていないものも捨て活対象です。1年使っていない食器、使っていないお菓子作りの道具、使っていないキッチン便利グッズ、こういったものは手放しましょう。特にキッチンの便利グッズは値段も手頃だし、つい買ってしまいますが、結局あまり使わないことが多いかと思います。使っていないなら手放しましょう。たこ焼き器、
ワッフルメーカー、ミキサー、ホームベーカリーなどの大きいものも使っていないなら手放しましょう。次に玄関です。玄関は家の顔とも言えますよね。きれいにしておきたいところですが、外にゴミ出しするための一時的な置き場所として使ってしまったり、ちょい置きしてしまうことが多い場所でもあります。空き箱、段ボール箱、資源ゴミなんかをつい置いてしまいますが、こういったものは即刻捨てたいアイテムです。また、玄関をいい香りで素敵にしておくための消臭剤とかアロマも中身がなくなって容器だけになっていたり、雑貨や置物もホコリをかぶっているなら捨て活対象です。また、枯れた観葉植物、壊れた傘、何個もある靴べら、チラシやダイレクトメール、靴の空き箱、汚れたつっかけサンダル、使っていない靴のケアグッズ、クリーナー、防水スプレー、靴ブラシ、こういったものも捨て活対象です。靴箱の中の靴も、痛い靴、サイズが合っていない靴、小さい靴、大きい靴、履いていて違和感がある靴、ヒールが高すぎる靴、幅が狭い靴、ボロボロの靴、かかとが崩壊した靴、こういった靴は持っていても靴箱のスペースを占領しているだけで無駄でしかありません。手放しましょう。次に仕事部屋に行ってみます。ステイホームでリモートで家で仕事をする機会も多いかと思います。家で仕事をするにつれ、事務用品や文具が増殖している方もいらっしゃるかもしれません。ペン、ハサミ、カッター、ホッチキス、付箋、糊、セロテープなどが大量にあるなら、一番いい状態のものを1点ずつ手元に置いておくようにしましょう。たくさん置いてあって、インクの出ないペン、切れ味の悪いハサミ、品質の悪いホッチキスが混在していると、いつもストレスを感じていなければなりません。手放しましょう。さて、捨てるかどうか迷ったとき、瞬時に判断するための基準のお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。捨て活に行き詰まってくると、何のために捨て活をしているのかわからなくなる時があります。捨て疲れちゃうんですよね。捨て活の目的は自分が快適だと思う環境にしていくためです。それが一番大事な目的です。なので、捨てることが目的になってしまってもいけないし、自分が便利だと思っているものは手放す必要はないんです。不要なものを手放す。これだけで人生が変わります。管理するものが少なければ少ないほど毎日が楽になります。掃除もしやすくなります。テーブルの上に置いてあるものを一つ一つ動かしてホコリを払ったり、床に置いてある靴やカバンをどかしながら掃除するのは大変だし、面倒くさくなってしまいますよね。余計なものがたくさん置いてあってイライラする生活にさよならしましょう。今日の動画をぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨て活に関する悩みについてぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見て、モチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。